ただきます。さあ、いよいよ試合開始だ。どうする私、何から攻める？まずはやっぱりお肉でしょ。胃袋の声に素直に従うのみ。お肉は私の胃袋の初恋。これ。お肉は決して私を裏切らない。ここでおネギを少々。お、ピリ辛。戦争が熱すぎてなかなか戦術が決まらない。迷った時こそ迷わず白菜だ。鍋の具材界では最大の功労者。白菜が先か鍋が先か、どちらにしても私の身長の2センチぐらいはきっと白菜でできている。おー、染みてる。恐るべし台湾の魔法の調味料サーチャージャン。さて、お次はこれ。鍋の具材界の名バイプレイヤー。えのき茸は唯一無二の食感。誰も真似できない。タレをしっかりと絡めるのが私流。はい、来ました。この音、このリズム。ここでおネギを使ってサイドアタック。左サイドバックからのナイスアシスト。まさにブラボー。このあたりでシステム変更。こういうのはどうだ？お肉の白菜巻き。大正解。偉いぞ私。何か隠れてる？油揚げさんじゃないですか。まったくもうテレ屋さんなんだから。控えめにしてた割にはしっかりと主張してくる。おっと、図らずも掴んでしまったこの物体。私はとんでもないものを掴んでしまったのか。食べるべきか食べざるべきか。唐辛子だけにレッドカードだ。この鍋を食べるだけでも台湾に行く価値がある。どれも美味しい。どういう順番でも美味しい。これを毎日でも食べられる台湾の人が羨ましい。なんて贅沢な時間なんだろう。さあ、一気に台湾を駆け抜けよう。てっきりタレに入ると思っていた玉ねぎが鍋のスープに入ってる。鍋の底で他の具材をしっかりと支えてきたスーパーサブ。試合終了のホイッスルが鳴るまで献身的に仕事をしてくれる。美味しい。いつまで経っても何度でも美味しい。
リュディガー、ブスケツ、ファンダイク、冨安。どんなディフェンダーでも私は止められない。ごちそうさまでした。毎週鍋を食べる私だけど、この台湾石鍋は未知との遭遇でした。OK です。これ最後どこまで食べきるか。すっごい細かいのずっとすごいどうしようと思って、これ止まんないなと思って。ありがとう。大丈夫でした。こんな大丈夫です。この番組をいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントをお願いいたします。待ってます。